どうも、ケイスケです。今日は木曜日なんで、本当は3分企画の日なんですけども、忘れてました、こいつが来るの。はい。新しいカメラ来ますよね。ルミックスの例のカメラ。ということで今日はちょっとね、予定を変更しまして、3分企画は明日動画投稿するんですけども、今日は開封していきつつ、初期設定だったり注意点だったり、あともろもろいろんなことを全部ご紹介していきたいと思います。おすすめのレンズだったりね、あとはラットも配布しちゃいます。もうここでちょっとしたラットね、写真でも使えるラットも配布しちゃいますので、その使い方も後ほどご紹介するので、ちょっと今日はあんまり編集入らないと思うんですけども、ご了承いただいて最後まで見ててくれると嬉しいなと思います。早速行ってみましょう。開封していくぞ。はい、いやもうね、カメラの画角に入っとらんのよなんでこんなマックカメラのね、あれでかいんだっけ。これルミックス合ってるよね違うなんかカメラとどうしよう。もう下に置きます。はい、合ってるかな。合ってます。こうやって入ってるんだ。縦に入っとる。はい、ダダンと。はい、ということで今回届いたのはもうお分かりの通り、ルミックス S5 M2 でございます。開けてこうぜ、開けてこうぜ。でれんと。はい、で今回僕が購入したのはルミックス S5 M2 のレンズキット、ダブルレンズキットにしました。ダブルレンズキットなんで、20mm60mm F3.5 から 5.6 かな、のレンズと、あと 50mm F1.8 の2本がついてます。はい、よいしょ、ちょっと一旦開封するよ。でれんと、でれれんと。はい、こちらが本題でございます。でレンズがですね、ここに入ってるな。こちらが 20mm60mm F3.5 から 5.6 でね。はい、こちらが 50mm F1.8 のレンズ。今思ったけど、こうやって入ってくるってことはちょっとリセールはしづらいですね。なんか僕は正直な話言うと、こっちの 20mm60mm は別のねレンズ買うので正直使わないかなと思ったんで、これだけね売っちゃおうかと思ってたんですけども、そうすると箱どうすんねんみたいな話になるんで、ちょっとリセールはしづらいのかなということでですね、バッテリーだけ出して、はい、ででんと。改めまして、こちらルミックス S5 M2 購入しました。はい、バッテリーって電源つくのかな。ついたつきました。でとりあえずレンズをはめましょう。 50mm。 はい、こちらです。ででんと。はい、いいね。いいな。はい、ということで、今回購入しましたこちらルミックス S5 M2 でございます。でまずなんで買ったのっていうところをさらっとご紹介しておくと、僕も本当に今発売されているカメラの中でもかなり押せるカメラだなと思いました。っていうのも値段的には25万前後、僕が買ったレンズキットで30万ちょうどいかないぐらいの価格なんですけども、それでフルサイズセンサーね、フルサイズっていう大きいセンサーを積んでて、かつ手ブレ補正めっちゃ効きます。動画の色味めちゃめちゃいいです。写真もめちゃめちゃ撮れます。動画も 4K の 60p ちょっとクロップになるんですけども、そこまで撮れますと考えた時に、ソニーの α7 IV と大体同じぐらいの、スペックなのに価格的には5万ぐらい安いという感じなんで、もうこれは買いだと。5万どころじゃないか、もうちょい安いかって感じなので、いやこれは買いだと思ってるし、僕自身もやっぱね普段使ってる時にやっぱソニーより手ブレ補正が効くので、ホテル Vlog とか結構こっちで撮っていきたいなという気持ちを込めて、このルミックス S5 M2 を使っております。買いました。はい、でもうどんなカメラかっていうのはもういっぱいレビュー出してあるんで、ソニーの α7 IV とね比較した動画をアキヤくんと出してたりとか、あとはこれ自体なんで買ったのって話も一回してるし、普通にレビューもしてるんで、もういっぱい見てほしいです。はい、こちらのいっぱい見てほしいです。でレンズ、おすすめレンズをご紹介しておきます。まずルミックスの S5 M2 はこれ絶対レンズキットで買った方がいいです。2本がついてるやつね。これなんでかっていうとの話なんですけども、だいたいこのレンズ1本1本が約5、6万ぐらいするんですよ。メルカリとかで見ても5万前後で売られてたんですね。 50mm F1.8 もそうだし 20mm60mm のレンズもだいたい5万円ぐらいで売られてます。で本体の価格がちょっと僕うろ覚えなんですけども、もともと24万本体だけでねくらいなのかな。で2本ついて29万ぐらいなんですよ。だから1本分ただみたいな感じで買えちゃうのがこのレンズキットなんですね。
ね、わかります？なんでもう買うんであればこのダブルレンズキットを買った方がいいなっていうのはもう絶対だと思います。で、僕の場合、僕がねやるんであればこの 50mmF1.8 は残してこっちの 20mm60mm はまあ使わない売っちゃうくらいの気持ちで考えてました。まあ正直なところね。はい。で、他にレンズ何を使うかっていうと、はい、この2本でございます。でん。はい、こちらの2本でしょう。もうこれはかなり多くの人にねおすすめできる、僕のおすすめレンズとしては、まあ、50mm を使いつつ、こちら 18mmF1.8 ルミックスのレンズですね。こちらが1本と、あとはこれですね、もうこれは絶対こいつだけは絶対買った方がいいっていうのがこれがシグマの 2870mmF2.8 のレンズ。こんなちっちゃくて F2.8 投資なんですよ。で、ソニーとルミックスの一番決定的な僕のね中での違いっていうのは、ソニーは純正レンズじゃないと手ブレ補正効きづらいですね。なんだけどもルミックスは純正レンズじゃなくても手ブレ補正が効きます。ここが大きく違うところなんで、こっちのね 50mm を外して、はい、このシグマ、ルミックスじゃないですけどもシグマのレンズをここにカチャッとはめますと。なんだけども、動画の時に手ブレ補正がちゃんと効いてくれますよっていうのがこのルミックスのカメラだと思ってます。これがソニーと圧倒的に違うところなんで、レンズの幅が実はソニーの方がもちろん種類全体としては多いんだけども、なんだけど動画で使うレンズ、動画で手ブレ補正ちゃんと効かせて使いたいよって思った時に全然ルミックスの方が幅が広かったりするんですよね。なので、まあ、僕も正直このレンズがあるからルミックス S5M2 神だなと思ってるぐらいなので、このレンズはもう本当に絶対買ってほしいなと思うレンズの一つであります。で、まあ僕はねこの3本でいろんなね撮影をしていこうと思っています。で、どういう風に使うかっていうと、基本的にはこの 18mm は広角の絵を撮るときか、まあ、自撮りで考えたりします。ちょっとね1個懸念点がある。あとね、蹴られが起こるかっていう懸念点があるんですけども、それちょっと後で確認するとして、こっちで自撮りで、まあ、2870mm は普段つけとく用で、50mm はまあいざとなった時用というか、まあ、ポートレートだったりとかそういう風に使ったりしていきたいと思っています。で、もう一個ルミックスとソニー、僕メインソニーで使っているんで、ソニーとルミックスの大きな違いの一つで言うと、自撮りとかするときですね、手ブレ補正を効かせるよっていうときにルミックスの場合って基本的にもうボディ内手ブレ補正でめちゃくちゃ手ブレ補正効くんですよね。で、ソニーの場合はアクティブ手ブレ補正アクティブモードかっていうのをオンにしないといけないと。で、ソニーの場合の手ブレ補正アクティブモードって 10% クロップされるんですよ、キュッと。で、なので少し狭くなるんですよね。なんですけどもルミックスのカメラっていうのは手ブレ補正をガンガンに効かせた、まあ、もちろん電子クロップもあるんですけども、電子クロップなしでも十分強いんで、普通の状態手ブレ補正十分効くよっていう状態で撮影した時に広く撮影できるんですよ、ソニーよりも。なんでこの 2870mm、同じレンズを僕ソニー用も持ってるんですけども、ソニーでつけて動画撮るときとルミックスでつけて動画撮るときだと、ルミックスの方が広く映ります。なので実はこの 2870mm で自撮りいけちゃうんじゃないかと、はい、思ってて、こっちはもう完全にこう風景を広く撮るとき用、風景を広く、まあ、写真とか動画で撮るとき用にしようと思っております。で、こっちでもう自撮りしちゃうかもっていう感じですね。はい、そんぐらいまあこのレンズは評価してますという感じで、1個の懸念点としてさっき言ったこれで自撮りする場合、 18mm で自撮りする場合ってソニーよりも結構広く映っちゃうんで、もしかしたら蹴られが起きちゃうんじゃないかと思ってます。ちなみにこの3本のレンズのめちゃくちゃいいところなんですけども、これ全部3本ともフィルター径が 67mm です。18mm もそうだし 50mm もそうだし、こっちの、シグマの 2870mm もフィルター径が 67mm になってます。なので ND フィルターとか、他のフィルター系を使うときも共有して使えるっていうのがメリットの一つであります。ケイスケの動画で一緒にやっていきたい初期設定ですよね。初期設定やっていきたいな。はいで、フォトスタイルのところなんですけども、僕は普段 D2 を使っていこうと思います。後でちょっと設定とかご紹介するんですけども、このシネライク D2 に一番下じゃないな、ラットが入れれるんですよね。ちょっとラットがここにないですけども、後で入れます。ここにリアルタイムラットを入れて、いい色味でね。リアルタイムラットっていうのを入れると、写真のJPEG が自分の意図した色味というか自分の好きな色味になったりします。
ただとはいえ、僕はこのね写真画質のところでローで撮影するので、基本はローでいいかなと思っております。ここをローにするのを忘れずに、最初ファイになってるのでね。はい、で長秒ノイズもですね、僕はローでいじるので JPEG でローでいじらないよって人はオンで、僕はオフにします。これは自動切り替えで OK で、加減シャッター速度も最初はここのねオートになってるんですけども、これはオートではなく僕は125分の1とかにしちゃいます。これですね、A モード、要は絞り優先のモードとかになった時に、暗い時にどこまで要はシャッタースピードを限界まで下げますかっていう話なんで、暗いところに入った時にこれ以上下げちゃうと結構手ブレしちゃうんですよ。なんで僕は125分の1にして、もうあくまで暗いところに入っていったらM モードを M に変えて、自分で調整していくっていう形で撮影しています。これは写真の時ですね。はい、でこの辺は全部補正もオンで OK。でシャッター方式、僕はですねこれ電子先膜が好きなんで電子先膜にします。メガシャッターっていうのは要はパシャってやるやつで、シャッターって2枚あるんでどっちかの膜を電子にしちゃうよってやつなんですけども、本当に電子先膜で全然問題なんで僕はこっちにしちゃいます。こういう感じでメカシャッターだとちょっと音変わるんですよね。メカシャッターだとパソンってなるんですけども、電子先膜だとパソパソパソってなります。わかります？はい、僕はこっちの方が好きなんで電子先膜にします。で、動画のところですね。動画の露出設定、そうだ、動画でいきます。電池がなくなった。電池ちょっと変えます。電池はですね、なんと僕もともと持ってる GH6 のバッテリーが使えるんで、それ使っちゃいます。でやっていきますけども、ここのフォトスタイルはリアルタイムラットじゃない、Vlog にします。Vlog で後でラットを当てるという形で、撮影していきます。これは動画の設定は大体 M ですね。はい、ここですね。はい、ここのところは、好みな部分ではあるんですけども、僕の場合はまずですね、ここの記録ファイル方式を MOV にします。これ画質上げる方法ですね。はい。で、この状態で 4K の普段 24p で撮影してるんで 4K の、24p、10ビットロング GOP これにします。はい。これが一番画質いいやつかなだと思います。あと C4K とか 6K とかも撮れるんですけども、僕は基本 4K で大丈夫なので 4K で撮影していきます。でこの設定をカメラ内のカスタムダイヤルに入れておきます。 C1 から C3 に入れておいて、僕は C1 の時に 4K24p、C2 の時に 4K60p を入れておこうと思っています。この2つですね。一応手ブレ補正に関しては、電子とか強くもできるんですけども、十分ねデフォルトの状態で効くんで、もうあんまりいらないかなと思います。で、他のメニューですね。でこのねラットライブラリーっていうのに僕の自分で作ったラットっていうのが読み込めます。でそれをリアルタイムラットとかで、当てたりとか、あとはラットのプレビューログ撮影のプレビューかとして使えたりもするので、ここに後で僕はねラットを入れていこうと思います。今入れてないけどね。でこれですね、写真のグリッドラインとか僕はオンにしているので、写真のグリッドラインもオンにしておいたりとか、あとヒストグラムとかオンにすることもあります。ヒストグラムじゃなくて僕の場合は水準器がオンなのと、センターマーカーじゃなくてベクトルスコープだ。はい、これベクトルスコープを入れたいしたいので、ベクトルスコープじゃない、ごめんなさい、ウェーブですね。ウェーブフォームを入れたりしたいので、こうやって自由に場所をカスタムできますと。でラットを入れたらこの Vlog ビューアシストのこのビューアシストモニターのところでオンにできるんで、そうするとこうさっき一応ねログ撮影にしてるんですけども、普通のデフォルトの状態になると。でここに自分の好きなラットを当てることもできます。一応動画撮影は基本できるんですけども、ここはこうにしておきましょう。動画を長回しするときにオンにしておくってやつですね。モニター表示速度はこのままでよくて、アイセンサーだ。アイセンサーの感度最初強くなってるんで、僕これ弱でいいと思います。アイセンサー今日の状態だとこのねファインダーにちょっと物がね目の前にあるだけでモニターが消えちゃうので、弱にしておきます。僕はね、一応ラット入れるときには SD カードの一番上のフォルダもう直下にラットのファイルを入れて、でそれでラットライブラリーっていうので読み込めます。で僕もあるかな、用意されてる気がする、自分ので多分これに入ってると思うので入れてみよう。でそうするとラットライブラリーで読み込みで、ほらいっぱいある、入っている。ルミックスのサイト、ラットライブラリーだったかな、公式で配布されてるやつもあるんで、それも読み込めます。Vlog ビューアシストでラット K キューブ、これですね。僕がこれにしてるので、そうすると僕の色味になります。ちょっと変わったの分かりづらいよね。こういう感じになります。で
写真の時に関しては、このマイフォトスタイルでですね、僕の場合ですよ、いろんなことをいじれるんですけども、ここの上で実はラットはオンにできるんですよ。ここですね。でラットオンにして自分で好きなラットをここで読み込むことができますと。なので、僕の場合は実はですね、このシネライク D2 用にもう作ったラットがあるんで、このラットで、シネライク D2 にしてからラットが出るという形で作っています。でこのフォトスタイルの部分なんですけども、ここでコントラストがいじれるので、自分で好みのコントラストにしてみてくださいっていう感じですね。後でこのラットは配布します。30日しかダウンロードできないと思うので、ぜひ楽しみにしてください。ケイスケの動画って感じで、大体設定も終えまして、最後ちょっとしたね注意点というか、ここは気をつけた方がいいよっていうポイントとかも全部ご紹介しておきます。今までの動画でも言ったところなんですけども、さらっとご紹介しておくと、まずリアルタイムラットとラットビューアシストの違いですね。リアルタイムラットっていうのはもう焼き込みます。動画にも写真にも。なのでどっちも選択できるんですけども、もともとその色味で撮っちゃうか、カメラ内ではその色味に見えるけども、実際に編集するときは薄い色味でログで撮影できるかっていうのも選べます。なので僕の場合は写真の時はリアルタイムラット、つまり、もう JPEG にこう書き込んじゃうよ、色をねもうすでに焼き込んじゃうよって形にしといて、動画の時には、基本的にはラットでビューアシスト、要はこのカメラ内ではその色に見えるけども、撮れてる映像はログですよという形にして撮影しています。で、動画と写真のオートフォーカスで、今回の Lumix S5M2 からオートフォーカスが進化したんですよ。今までソニーとかも速いオートフォーカスは増面位操作 AF っていうのが搭載されたんですけども、今まで Lumix はコントラストっていう遅いやつだったんで、今回から速くなりました。でその設定もやっぱ細かくいじっておく必要があります。やっぱ新参者なのでちょっとね細かくいじっておかないとっていう感じで、写真と動画で僕は違いますと。で写真と動画で変えていきます。写真の時は僕はこの1点にして AFS で撮影します。 AFC だとねちょっと写真微妙です。やっぱちょっともっさりしてたりするので AFS にするとこうやってサクサクとシャッターが切れるんで、僕は AFS がおすすめです。で動画の時は AFC ですね。動画の時にはコンティニュアスの AF にしてあげてゾーンにします僕は。でかつ自動認識オンにしてあげると人物認識がオンになるんで、基本的に人撮る時とかは、このね AFC にした後に、ゾーンにして人物認識もオンにしているという形で撮影しています。AF に関してはそんな感じ。あとね1個だけなんですけども、これはもう新製品なんでしょうがないんですけども、今はまだローがいじれないです。ローをライトルームとかでいじろうとするとプロファイルが入ってないんでローがいじれない状態になるんで、早くルミックスさんにパナソニックさんに対応していただくとして、これは Adobe の、対応待ちなのかもしれないんですけども、今のところ現状いじれないよってところだけご理解いただいて、で基本的にはリアルタイムラットで撮った写真っていうのをアップしていくっていう感じになるのかなと思いますと。ケイスケの動画いっぱい喋ってきました。どうかな、めちゃめちゃ喋った気がするんだけど、で今回はねちょっとあんまり編集が入ってないんでごめんなさい。なんですけどもいっぱいもうまるっと Lumix S5M2 の話をしたと思いますので、ぜひ参考にしていただいて、参考になったよっていう部分があればコメントとか教えてくれると嬉しいなと思います。で最後にもう僕の本当にざっくりな感想なんですけども、このね Lumix の S5M2 めちゃめちゃいいカメラです。で、僕は動画はかなり使えると思ってるんですけども、写真面で言うとまだソニーの方が上かなっていうふうには正直思ってます。動画だと手ブレ補正が一歩上なんで、ルミックスの方がいいっていうシーンもあるんですけども、写真に関してはまだソニーの方が上かなっていう感じで、あともう一個で言うと 4K のやっぱ僕スローモーションも撮影がしたくなっちゃうんで、今後ね S5M2 とプラスして S1 とか S1M2 とか出ると思うんですけども、その辺に 4K120p が搭載されると嬉しいなと思っております。しかもコンパクトね、コンパクトなのめちゃめちゃ大事なんで、ぜひパナソニックさんよろしくお願いしますということで、今回の動画は締めさせていただこうと思います。今回の動画いかがだったでしょうか。これから買うっていう人も買ったよっていう人もいっぱいいると思いますが、ぜひですねいろんなコメントくれると嬉しいなと思います。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。